団地。太平洋戦争が終結した後、昭和30年頃から日本の住宅不足を解消するために、これらの大規模な集合住宅が国内の至るところに建設された。当時は団地に住むことが庶民の憧れでもあり、団地への入居を希望する人々が殺到した。時代とともにやがて出生率は下がり、経済も安定し始め、人々の憧れは団地からマイホームへと移り変わっていった。現在、多くの団地はリノベーションをされており、人々が行き交う活気のあった場所から静かで住みやすい住居に変貌した。しかし、当時の元気な団地の面影は至るところに残っており、その面影が懐かしさと一緒に少しの寂しさも感じさせるのだ。ただ、その雰囲気やその匂いに私はなぜか少しの心地よさを感じている。最近の団地は新たに入居する際にある程度きれいにリフォームされていることが多い。だが、その画一的なデザインによってそれまでその部屋が積み重ねてきた歴史を感じることができず、私はしばらく無機質なこの部屋に愛着が持てずにいた。それでも壁に木の柱を入れたり絵を飾ってみたところ、少しずつこの部屋が好きになってきた。最近はこの場所が自分の居場所になったと感じている。分かったのは、この部屋で喜びを積み重ねるほど、この部屋のことが好きになるということだ。そして食事こそが毎日積み重ねる喜びのためのイベントとして、私が特に大事にしていることである。フライパンでひき肉を炒める。肉の風味を出すためなので少量でもいい。ひき肉に火が通ったら一度火を消して、豆板醤、甜麺醤、おろしにんにく、おろし生姜、鶏ガラスープの素、ウーシャンフェン、チリペッパー、そこに水溶き片栗粉、
火にかけながら優しく混ぜる。刻みネギと絹豆腐、今日はこの麺を使ってみる。超極太麺だ。丼にも鶏ガラスープの素を入れて、めんつゆ、麺にスープを絡める。トッピングはゆで卵とブロッコリースプラウト、最後にごま油を回しかける。出来上がり。本日のお昼ご飯、麻婆麺。これは本当に美味しいです。さあ、食べよう。いただきます。いただきます。まず最初に麻婆と麺とスープを混ぜる。スープからいただきます。ピリッと辛い。うまい。超極太の麺をしっかり噛みしめるから、ものすごく食べ応えがある。ラーメンを自分で作ると、油や塩分を少し控えることができるから、体のためにもいい。本当に美味しくて、夢中になって食べ続けてしまう。団地に住み始めてから4ヶ月が経った。
やっと最近自分がこの部屋に馴染んできた。部屋に慣れたというよりは、この部屋の性格に見合うように私自身が変化をしたように思う。あっちではなくこちら側が変わったのだ。少し物足りなかったので、朝ごはんに食べ残した半分だけのおにぎりを食べる。常温のおにぎりもうまいんだよな。私はいつもゴールを目指そうとするけど、実はゴールにたどり着けることはない。たどり着いたと思ったその直後には、その場所は通過点だと気づくのだ。人間はずっと未完成で、常に何かを求めている。いつも未完成だから、常に心に隙間をちょっとだけ持っている。私はそれを哀愁や孤独と呼んでいるのだが、それはそんなに悪いものではないんだよな。